今よりも一歩幸せに。どうも、釣りって学べるです。今回は冬エギング番頭ということで解説していきます。冬のアオリイカは1年の中で最も釣れにくくなるものの、秋の新恋イカシーズンとは違い、釣れれば大型のアオリイカである可能性が高いです。そうは言っても、そもそも冬エギングの方法がわからない方もいらっしゃいますよね。春や秋と同じ感覚で釣りに行っても、ただただ寒い思いをして坊主なんてことになりかねません。でも大丈夫です。この動画で冬エギングについて勉強すれば大型のアオリイカを釣ることができます。もしあなたがいわゆるオフシーズンと言われる冬でもアオリイカを釣りたいと思っているなら、この動画を最後まで見て一緒に冬エギングについて学んでいきましょう。そうすれば必ず冬のアオリイカに出会えるはずです。深場を狙う、赤テープを使う、じっくりと攻めるということで本日の目次です。アオリイカの生態、ディープエリア、朝マズメ、夕マズメ、ナイトゲーム、冬エギングでおすすめのタックルと釣り方、エギの色の選び方、この6つについて解説していきます。特に最後のエギの色の選び方は色が多すぎてわけがわからないという方いらっしゃいますよね。そんな方にとって非常に参考になる動画になっています。そしていつものように動画の最後には特典パートとしてアオリイカの美味しい食べ方をご紹介いたしますので、最後までご覧いただけたら幸いです。それでは本編に入ります。まずアオリイカの生態について解説します。今回の冬エギングとは12月から2月までの期間を言いますが、実際は春エギングが始まる直前まで考え方は同じになります。南の地域に行くほど産卵期などが早くなる傾向にあります。アオリイカの適水温は15度から34度が捕食を行う温度になります。最適温は20度から25度が活性の高い温度になります。産卵最適温は20度から28度、生存温度は14度以上となります。次にディープエリアについて解説します。冬になると釣れないと言われているアオリイカですが、どこにいるのでしょうか？そうです。釣りをしている皆さんならご存知の深場です。冬でも高水温のエリアは浅場でも狙うことができますが、冬エギングはディープエリアが基本になります。冬は可能な限り深いところを狙いましょう。そんな都合のいい場所なんかないという方もいらっしゃるでしょう。そういう時はなるべく深場に隣接するシャローエリアや少しでも水深のある場所に入ってやる気のあるアオリイカを狙ってみましょう。そして水温は15度以上あることが条件になってきます。海水温がわかるアプリもありますので活用してみましょう。続いて朝マズメ、夕マズメについて解説していきます。朝マズメや夕マズメはアオリイカの活性が最も高くなります。朝マズメになると漁港内や浅瀬に避難していたベイトがプランクトンを求めて沖に出ていきます。逆に夕マズメは沖に出ていたベイトが浅場に避難してきます。アオリイカはマズメのベイトが移動するタイミングで捕食活動にスイッチが入ります。その日の水温の状況にもよりますが、アオリイカはベイトを追って浅場に上がってくることがあります。次にナイトゲームについて解説いたします。アオリイカは体の水分量が多いため、水温の影響を非常に受けやすくなります。そのため冬のアオリイカは動きが鈍くなってしまいます。外敵から身を守るため、またベイトを効率よく捕食できるように夜の方が餌を捕食する傾向にあります。冬エギングでおすすめのエギとアクションの概要です。エギは 3.5 号ディープか4号、赤テープ系もしくはナチュラルカラー系のイワシやアジになります。アクションは一段しゃくり90度、エギ跳ね上げ高さロッド1本分、ボトムステイ長め。冬のアオリイカは激しい動きについていけないことも多く、春や秋と比べるとスローに激しく動かさないしゃくりの方が追ってきやすい傾向にあります。皆さんも冬は運動しようと思っても体が固まってうまく動くことができないですよね。イカも同じです。もちろんこれが正解ということはありませんが、基本的なポイントを覚えておくことは重要です。こ
ここからはエギの色の選び方を解説していきます。種類が多すぎてわからないと敬遠しがちですが、基本を押さえれば難しいことはありませんので、一緒に勉強していきましょう。今回の色の選び方を学ぶことによって、エギを選ぶ力を身につけることができます。エギの色には様々な背中の色と下地の色があります。色の選択については多くの組み合わせがある中で、どんな状況でどんな背中や下地の色を使えばいいのか解説していきます。背中の色。まず背中の色について解説していきます。背中の色は前提として使用の状況によって選んでいきます。主なエギの背中の色には次のような種類があります。青、緑、黄色、オレンジ、ピンク、赤、紫。人間から見える色とイカから見える色は異なり、イカは白黒で見えているようです。人間がわかりやすいように色分けされているということなんですかね。青、緑、黄色は白、オレンジ、ピンクはグレー、赤、紫は黒。エギの色を選ぶ際は、イカが認識している色である白、グレー、黒の3つを考えることになります。潮の状況については、次の3つが挙げられます。潮がとても澄んでいるとき、天気がいいとき、潮がやや濁っているとき、曇りや明るい夜、潮がとても濁っているとき、深場や暗いとき、潮がとても澄んでいるとき、天気がいい日はエギが見やすい状況になるため、ナチュラルや白系、青、緑、黄色、潮がやや濁っているとき、曇りや明るい夜はエギがやや見えづらい状況になるため、中間的なグレー系、オレンジ、ピンク、潮がとても濁っているとき、深場や暗い夜はエギが見えづらい状況になるため、シルエットがはっきりしている黒系、赤、紫。背中の色は潮の透明度や天気、月明かりなどで選んでみましょう。下地の色。次は下地について解説します。下地を選ぶ前提は光の状況によって選んでいきます。主なエギの下地の色は次のような種類があります。銀、金、赤、虹、マーブル、ケイムラ、夜光。下地は光の反射による影響を強調させたり落ち着かせる効果があります。銀は昼間で天気がいい日など潮が澄んでいるとき、背中の色を明るくする効果があります。金は朝夕のまずめや常夜灯などやや明るいときに背中の色を目立たせない効果があります。赤はやや濁っているときや明るい夜など背中の色を強調させる効果があります。虹、マーブルはオールマイティで全ての状況でやや効果があります。ケイムラは紫外線を受けて発色します。曇りなど太陽の光がないが紫外線が届いている状況の時に効果があります。夜光は光、紫外線を蓄えて自ら発光します。強い濁りや深場、暗い夜など水中に光が届かない時に効果があります。下地の色は昼間の太陽の明るさや夜の月明かりの状況で選んでみましょう。シチュエーション別。結局何を選んだらいいか迷われている方へ、シチュエーション別6選もまとめてみました。そうそう、これが知りたかったんだよというそこのあなた、お待たせしました。この基本はすぐに見返せるようにメモしておくことをお勧めします。昼間で明るい時は背中が青、緑、黄色、下地が銀。昼間で曇りの時は背中がオレンジ、ピンク、下地がケイムラ。朝夕のまずめは背中がオレンジ、ピンク、下地が金。夜間で明るい時は背中が赤、紫、下地が赤。夜間で暗い時は背中が赤、紫、下地が夜光。すべての状況において使えるのが背中がオレンジ、ピンク、下地が虹、マーブル。潮が濁っている場合は1段階暗めで使用するエギを選択するとカバーできます。冬エギングのおすすめエギがございましたらコメント欄で教えてください。ここで冬エギナンバーワンを決めてみませんか？商品名や
赤テープなど一言でもコメントいただけましたら嬉しいです。今までの情報をざっくりとまとめると、冬でもアオリイカを釣るためには、なるべく深場の釣り場に夕まずべから入り、ナイトゲームに挑戦してみる。夜間で明るい場所であれば、背中が赤、紫、下地が赤のエギを選択し、エギをあまり激しく動かさず、じっくりと攻めてみる。ただ、闇雲に攻めるのではなく、これらを踏まえて貴重な一杯に出会っていただけたら嬉しいです。それでは特典パートです。今回はアオリイカの美味しい食べ方を2つご紹介します。まず1つ目はゲソの湯引きポン酢です。酒で臭みを取ってから湯引きさせるので、魚介の臭みが気になるという人でも食べやすい一品になっています。2つ目はだいぶ癖がありますが、エンペラを使ったイカ納豆です。美味しい釣りたてのイカだからこそ食べられるコリコリとした食感がたまらない一品です。どうしても食べ方が決まってしまうアオリイカですが、こんな食べ方もあるよという方がいらっしゃれば、ぜひコメント欄で教えてください。釣りって学べるには、ディスコードを使った釣りコミュニティ、釣りシティがございます。ありがたいことに520名を超える方に参加していただけるほどになりました。さらにディスコード釣りだけでなく、料理やタックルなど様々な情報交換の場として活用していただいています。登録は概要欄の登録方法と招待リンクをクリックして説明の通りに操作していくだけなので簡単です。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって様々な情報を共有してみてはいかがですか？最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。